始まりました。今夜も私たちのレイトナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。この番組は日本語を勉強している皆さんと一緒に日本の友達同士のリアルな会話や文化のこと、日本語の面白さをゆるっとシェアする番組です。私たち、みさきとのぞみがお届けします。ねえ、のぞみ、急に聞くんだけど、ラーメン好き？突然？でも好きだよ、めちゃくちゃ好き。なんで？最近海外の友達から日本のラーメンって全部同じに見えるけど違いがよくわからないって言われてさ。確かに外から見たらラーメンって一言で終わっちゃいそうだよね。そうそう。でも実際は種類がすごく多くて味も全然違うんだよね。ほんと奥が深いよ。地域によっても全然違うし、お店によっても違う。今日はそのラーメンの世界について話そいいね。お腹空いてきそうだけど。う。じゃあ早速。まずは基本から。ラーメンのスープって大きく分けると何種類あるの？よく言われるのが4種類。豚骨、醤油、塩、味噌。その4つがいわゆるベースになるんだね。そう、スープのベース。まず豚骨は豚の骨を長時間煮込んで作るスープ。白くてこってりしてて濃厚な旨味がある。九州のイメージが強いやつだよね。そう、特に福岡が有名。次に醤油は鶏や豚のスープに醤油で味をつけたもの。茶色くてすっきりした味。東京ラーメンって感じ。そうそう。そして塩はその名の通り塩で味付けしたスープ。色が薄くて透き通った見た目であっさり系。体に優しい感じがするよね。最後が味噌。味噌をスープに溶かして作る。コクがあってどっしりした味。北海道のイメージ。正解。北海道のラーメンといえば味噌ってイメージが日本人にも強いよね。でも最近はその4つだけじゃなくてミックスも多いよね。そうなの。例えば豚骨醤油。豚骨のコクと醤油のキレを合わせたスープで、これが一つのジャンルになってる。夜景ラーメンってやつ？そう。神奈川の横浜発祥の横浜夜景ラーメンが有名。豚骨醤油で太い麺、チャーシュー、ほうれん草、海苔が定番トッピング。あれはインパクトあるよね。見た目から重いってわかる。でもね、同じ豚骨でもお店によって全然味が違うんだよ。そうなの？千差万別って言葉があって、千も万もたくさんという意味で、差と別はそれぞれ違いや区別のこと。つまり無数に違いがあるってこと。なるほど。ラーメンって本当に千差万別で、骨の種類、煮込む時間、お湯の量、追加する調味料全部違いから、同じ豚骨でもうっすら優しい白濁スープのお店もあれば、ドロドロで濃厚すぎて背脂が浮いてるお店もある。そんなに違うんだ。だから豚骨はちょっと苦手って思っても、違うお店で食べたら好きになることもあると思う。さっき北海道は味噌、九州は豚骨って言ってたけど、日本ってご当地ラーメンがたくさんあるよね。そう。日本人ってここに来たらこのラーメンってイメージが強くあって、それがご当地ラーメン。北海道は三大ラーメンって言われてて、札幌の味噌ラーメン、函館の塩ラーメン、旭川の醤油ラーメン。北海道だけで3種類。すごいよね。特に札幌味噌は炒めた野菜と豚ひき肉を一緒に煮込んでコクを出すスタイルが有名。冬に食べたらあったまりそう。北海道の寒さに合ってるよね。そして九州、特に福岡の博多ラーメンはあっさりした見た目でも豚骨の旨味が強い。麺が裾のいのに豚骨なのが面白いよね。そうそう。そして博多ラーメンといえば替え玉文化。お金を払ったら麺を食べ終わった後にスープだけ残して麺を追加できるの。お得だし楽しい。そう。スープが飲み干せるからできる文化だよね。他の地域はどう？東京といえば東京ラーメン、中華そばスタイルの醤油ラーメン。澄んだ醤油スープで細い縮れ麺。昔ながらの懐かしい味。老舗のお店が多いイメージ。そう。そして最近は東京でも鶏白湯が流行ってて、鶏ガラを煮込んだ白くてまろやかなスープも人気。東北は？山形には山形ラーメンがあって、醤油ベースで煮干しの出汁が特徴的。あと、喜多方ラーメン。これ知ってる？北方、どこだっけ？福島県の喜多方市。太い縮れ麺とあっさりした醤油スープが特徴。朝ラーって言って朝からラーメンを食べる文化があるんだよ。朝から？うん。
朝ラーメン。日本でも珍しい文化だと思う。確かに。でも美味しそう。あと有名なのは和歌山の和歌山ラーメン、徳島の徳島ラーメン。探せばまだまだあって、本当に47都道府県それぞれにラーメン文化があるって言っても過言じゃない。すごいな、日本。あとね、私が好きなのは二郎系なんだけど、あれって普通のラーメンと全然違くない？全然違う。ラーメン二郎という有名なお店から生まれたスタイルで、量がとにかく多い。野菜もやしが山盛り。こってりした豚骨醤油が特徴。あの野菜の量初めて見た時衝撃だった。しかも注文するときに、ニンニク入れますか？油多め？麺固め？みたいなカスタマイズを聞かれるのも特徴で、初心者にはちょっとドキドキする文化がある。呪文って言われるやつだよね。そう。慣れると楽しいんだけど、こういうお店が増えて今は二郎系という一つのジャンルになってる。トマトラーメンもあって、スープにトマトを使ったイタリアン風のラーメン。それはかなり個性的。あとは牛骨ラーメン、担々麺。最近は魚介つけ麺も定番になってきてるし、スープなしラーメンもある。それもラーメン？そう。麺にタレと具材を絡めて食べるスタイル。ラーメンのカテゴリーって実はすごく広くて自由なんだよ。でも日本に来たことない人はどうやって試せばいいんだろう？まず一番手軽なのはカップラーメンじゃないかな。確かに。日本のカップラーメンって種類が多いよね。日本のコンビニやスーパーのカップラーメンのコーナー、本当にすごいよ。豚骨、醤油、塩、味噌、もちろんあるし、実際に有名なお店とコラボしたカップラーメンもたくさんある。博多一風のとか三東華とか、そう、有名ラーメン店の味をカップで再現しているもの。まずそこから自分がどのスープが好きか試してみると、日本に来た時にどのお店に行くか選びやすくなると思う。お土産としても喜ばれそう。確かに、日本のカップラーメンって海外の人にも人気のお土産の一つだよね。今日まとめると、ラーメンのスープは豚骨、醤油、塩、味噌の4種類がベースで、さらにミックスや地域ごとのアレンジで本当に千差万別。北海道の味噌、九州の豚骨、東京の醤油みたいに地域のご当地ラーメンもそれぞれ個性がある。そして二郎系やトマトラーメンみたいな個性的なスタイルも生まれてて、ラーメンの世界はどんどん広がってる。まずはカップラーメンで好みを見つけて、日本に来たらぜひお気に入りのお店を探してみてね。ラーメンって食べながらなんで美味しいんだろうって考えると、またさらに奥深くなるんだよね。わかる。沼。ラーメン沼。皆さんはラーメンを食べたことがありますか？どんなラーメンが好きですか？コメントで教えてください。それでは今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。